今年もやっぱり野菜スープ。明けましておめでとうございます。今年も幸せベジスープよろしくお願いいたします。このお正月は社会人1年目の次男と2人で新年を迎えました。一緒に過ごせるのは31日から2日のお昼まで。温かいものを食べさせてやりたかったので、おせち料理はやめ、毎回何食べる？何食べたい？って聞いてました。その中にもちろんかす汁に始まり、寄せ鍋、年越しそば、茶碗蒸しお雑煮などハッピーベジスープを詰め込んでみました。帰る日は朝からベジブロスを取り、出来たてを2人で飲んで、あとは冷凍してたくさん持たせて見送ることができました。大切な人のためにお料理するってやっぱり幸せだなぁと感じた新年の始まりです。皆さんのお正月はいかがでしたか？少しでもお役に立てる情報を発信していきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルも2回目のお正月を迎えました。メカ音痴で60歳過ぎてからの私にとって YouTube はかなりハードルが高かったですが、それでも少し慣れてきた昨年の夏に一番伝えたいことに絞ろうと、ハッピーベジスープとして新たにスタートしました。その中で多くの出会いがありました。そのお一人が池田義行さんです。昨年の8月の週刊新潮で野菜スープの特集記事がありました。自らもがん患者さんで、野菜スープを始めた4ヶ月後、エコー検査をすると7個の転移がんのうち3個は壊死が進んでいたそうです。これは偉いことだ。抗がん剤の副作用に苦しんでいる人に野菜スープのことを知ってほしいと思って野菜スープ専用ラインを立ち上げられたそうです。いつか池田さんとお会いしたいな、野菜スープのお話してみたいなと思っていたんですが、縁があって現在私は池田さんが運営される野菜スープ専用ラインプラスでスープを続けやすい工夫やスープ具材を活用した簡単メニューなどアドバイスさせていただいています。そして素敵なスープとの出会いもありました。ゴーゴーベジタブルです。この愛のスープそっくりなスープでした。5年以上ほぼ毎日スープを飲み続けている私ですから、その美味しさ、そして何より丁寧に厳選された野菜で作られているのは一口飲めばわかります。私は友人や知り合いががんを発症したと聞くと、スープ飲んでほしい、スープ届けなくちゃと気持ちばっかりで、日々の忙しさになかなか友人のためにスープを作ることができませんでした。ですがこのゴーゴーベジタブルを知ってから何人もの人にプレゼントをすることができました。私の思いを届けてくれる本当にありがたい商品です。 YouTube を始めて思わぬ仕事もいただくようになりました。撮影依頼です。機関誌の関東ページを担当させていただきました。卵特集の1月号でしたので、卵の美味しさはもちろんのこと、華やかさを表現できればと思いました。ちょっと自分でも気に入ってます。みかんちゃんとのダイエットも続いていますよ。スープ生活を続行中です。体重は3キロ減のままでちょっと停滞していますが、味覚の変化は著しいそうで、チョコレートやアイスクリームなどのドカ食いはなくなったそうです。時々ダイエット合宿もしています。その度にエプロンをプレゼントしてくれているので、私のいでたちはどんどん明るく、自分では選べない素敵なエプロンに私自身も楽しんでいます。今年も野菜スープで大切な人の健康を守っていきます。これを見てくださっているあなたも大切なお一人です。ぜひ生活の中に野菜スープを取り入れていただければと思います。私自身もこのチャンネルも少しずつ成長できればと思いますので、温かく見守っていただければと思います。取り留めもない話に最後までお付き合いくださりありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。